初中お見舞い申し上げます。皆さんは鹿という言葉をご存知でしょうか。日本はただいま夏本番、鹿の朱色をお届けします。鹿のご説明はもちろん、種に交わればシュラスシュシュ。ぜひ最後までご覧ください。皆さん、こんにちは。シェイズオブ日本です。このチャンネルでは日本の伝統食を一食ずつ取り上げ、ゆっくり丁寧にご紹介しています。今回は時代を超えて現代の日常にも溶け込み、色あせることなく愛され続けている朱色の世界へご案内します。馴染み深い色でありながら、実はその意味や歴史についてあまり知られていない、それが朱色です。今回はそんな朱色の奥深い世界を歴史、文化、そしてその原料に至るまでじっくりと深掘りしていきます。きっと今まで見ていた朱色が全く違って見えることと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。朱色、JISの慣用式名では鮮やかな黄身の赤、他にもわずかに黄みがかった鮮烈な赤色など、資料によって様々な表現があります。神社の鳥居の色や印鑑を押す際に使われる朱肉、書道の指導で使われる朱墨の色を思い浮かべると、よりそのイメージが湧きやすいかもしれません。朱色には大きく分けて2つの種類があります。1つ目は真朱と呼ばれ、これは硫黄と水銀が化合した天然の鉱物、朱砂を原料としています。朱砂は最も古い鉱物顔料の一つとして知られています。中でも中国湖南省信州で産出されるものは特に良質とされ、その原産地名にちなんで真砂、真砂とも呼ばれます。この真砂から作られた朱色は真朱または本朱と呼ばれます。2つ目は銀朱と呼ばれる朱色で、こちらは硫黄と水銀を混ぜて焼き、人工的に作られた硫化水銀の赤色顔料を指します。英語ではバーミリオンとも呼ばれ、現在朱色とされる顔料の多くはこの銀朱を指すことが一般的です。天然の真朱の方が赤みが強く上質とされており、銀朱はより黄みが強く鮮やかな発色が特徴です。現在の朱肉の多くもこの銀朱の色をしています。朱色は古くは2と呼ばれ、その毒性ゆえに魔を払う力がある色と考えられていました。朱色は縄文時代から存在する最も古い色の一つで、貝塚などからこの色で彩られた土器や土偶などが出土しています。土から作る染料の中では朱色が最も鮮やかだったことから、太陽や炎、そして権力を示す色として、また魔除けの色としても古くから用いられてきました。古墳時代には葬祭において世主と呼ばれる死者の顔や棺に神社の朱を塗る風習がありました。これは死者の鎮魂と再生を祈って行われたものです。6世紀頃の古墳の石室にも赤い顔料で描かれた鎮魂や魔除けの文様が確認されています。毒性の強い神社が魔除けやお守りとしての意味を持ったのは、毒をもって毒を制すという考えに基づいていたようです。女性の口紅にも体の中に悪い虫が入るのを防ぐという言い伝えがあるそうです。神社の鳥居が朱色であるのも、聖域へ侵入する邪悪なものを防ぐ、邪気を払うという意味があるとされています。鳥居は神社の入り口に建てられる建造物で、神様の世界と人間世界を分ける境界、すなわち結界と考えられています。古代中国において朱色は権威や力の象徴とされ、皇位の官職者の名誉を示す色でもありました。こうした色彩文化は日本の神社建築や仏寺の銅塔伽藍、さらには宮殿や官舎へも伝えられていきます。それは魔除け、
邪気払いの意味とともに神仏の意向を表すための色でもあったと言えるでしょう。さらに神社はその毒性から木材の腐敗を防ぐための防腐剤の役割としても機能していました。印鑑に使われる朱肉も公式な証明や格式を示す色としての役割を担ってきました。特に私的な墨の印と区別され、朱で押された朱印は権威や公的な証としての意味を持っていました。朱肉は水銀の含有量が多いほど経年劣化に強く色あせにくいため高品質となり、その分価格も高価であったそうです。江戸時代の御朱印船も幕府からの公式な許可証、朱印状が与えられたことに由来しています。当時は一般の人が朱印を使用することは許されておらず、朱印の使用が広く認められるようになったのは明治時代以降のことでした。戦国時代には抜群の武功を立てた者のみに許された海朱の槍と呼ばれる槍がありました。柄の部分がすべて朱色に塗られていたのが特徴です。これは単なる色にとどまらず、持ち主の地位や名誉を示す象徴そのものでした。日本の朱色で忘れてはならないのが漆器に施される朱塗りの朱色です。漆塗りとは、漆の木に傷をつけて採取した樹液の主成分漆オールに油分などを加えて作られた塗料を器の表面に塗り重ねて仕上げたものを言います。漆の塗膜はその光沢の美しさはもとより一般的な化学塗料よりもはるかに強靭で、塩分、アルコール、酸、アルカリに強く、さらに断熱性、耐水性、防腐性にも優れています。こうした漆塗りや漆器は海外ではジャパンとも呼ばれ、世界的にも知られる日本の技術工芸品の一つです。中でも朱塗りの朱色はジャパニーズレッドと呼ばれています。余談ですが、ヨーロッパ系の言語では赤を表すレッドは血に由来するとされ、例えば英語のシレッドやフランス語のボワール、ルージュといった慣用句も頭に血が昇る、カッとなるといった意味を持っています。一方、日本の赤は明けから転じたもので、昇る太陽の色や日の出といった大自然の現象を指し示しています。これは日本人が諸外国とは本質的に全く異なる感性を持って生きていることを示す事例の一つと言えるでしょう。正月の朱塗りの塗塑や紅白の水引き、お赤飯など、日本人は祝いの場に赤を用いてきました。今日、その色が日の出や太陽を象徴する明けの色であることを意識している人は少ないかもしれません。それでもなお、こうした風習が今も息づいているのは、大自然を拝するという DNA が私たちの中に深く受け継がれている証なのだと思います。朱色は古代中国に起源を持つ自然哲学五行思想と深く結びついています。五行思想では万物は木、火、土、金、水の5つの要素から成り立つと考えられ、それぞれに色や方位、季節、神獣などが割り当てられています。朱色は火の象徴であり、方位は南、季節は夏にあたります。火の属性であるこれら朱と夏を組み合わせた言葉が今回特にご紹介したい朱夏です。朱夏は夏の衣装として使われます。五行思想では人生を四季になぞらえ、それぞれの期間に色と季節を当てはめます。青春、春、誕生から20代前半まで、朱夏、夏、20代後半から60歳頃まで、白秋、秋、60歳から75歳頃まで、厳冬、冬、75歳頃からあるいは幼少期にも当てられる場合もあります。期間の定義には諸説あります。朱夏は青春、誕生から20代前半を経た後のより成熟した青年期を指します。この時期は社会の中で中心的な役割を担い、バイタリティに満ちた活躍を見せる現役世代を意味します。未熟だった青春時代と比べて、朱夏は夏の太陽が照らすように明るく前向きな時代と捉えられています。また五行思想には東西南北の各方角を守護する四神獣があり、それぞれ東の青龍、南の朱雀、西の白虎、北の玄武をその司る方角に配することで悪霊を払い、
さまざまな福徳をもたらすと伝えられています。さらに中央を守護する神獣麒麟黄龍を加えることで御神獣とされます。朱雀は南を守護する神獣で、司る季節は夏。前述の通り火を意味し、象徴する色は赤朱です。朱雀は火を操る美しい不死鳥とされ、その大きく強靭な翼で降りかかる災いや悪霊を払い、逆境に打ち勝つ力と幸運をもたらします。また南方の守護としてだけでなく、吉報を運び未来を見通す象徴とも言われ、古代中国では皇帝が南朱雀の方角を向いて座ることで吉報や情報の流れを掌握すると考えられていました。現代では朱雀が持つ情報収集力と幸運を運んでくる力は、仕事運や人間関係の運気向上にもつながると言われています。日本でも奈良薬師寺金堂の本尊内座や飛鳥村のキトラ古墳、石郭内壁の南面に朱雀の姿が描かれています。さて、現代の歯肉や顔料には安全性や環境保護の観点から、かつて使用されていた水銀などの重金属は基本的には使用されていません。また現在の歯肉というと、日常生活ではスポンジ歯肉が一般的ですが、今でも昔ながらの練り歯肉は健在で、観光庁や多くの企業では重要な契約や取引の証として用いられています。練り歯肉は色合いやをした時の風合いに深みがあり美しく、陰影もくっきりと鮮明に現れ、長期間が経過しても朱色がきれいに残ります。スポンジ歯肉のような手軽さはありませんが、私たちが趣味で制作した作品に押す楽観印や重要な場面での契約時のために一つ持っておくと良いかもしれません。朱色と相性の良い配色を2つほどご紹介します。洋画家和田三蔵が編纂した配色辞典の中にも朱色を使った配色が紹介されています。そこに記載された CMYK 値をもとにヘックス値を算出し、2例ほどコンピューター画面上に再現してみました。動画内に記載のヘックス値はあくまでも参考値としてご覧ください。1つ目は黒、白、朱色の配色です。無彩色である白と黒に朱色が差し色として加わることで、とても印象的に映ります。この組み合わせは書道の場面でよく目にする半紙の白、墨の黒、そして朱墨の朱色を思わせる配色でもあります。この3色を使ったグラフィックとファッションのイメージを AI に作成してもらいました。ぜひご覧ください。2つ目は肉色、花あさぎ、若菜色との組み合わせです。先ほどの原色を使った配色とは対照的で、とてもカラフルで生き生きとした印象になります。同じ朱色を使っているとは思えないほど全く異なる雰囲気を生み出し、可愛らしく優しい印象を与える配色です。いかがでしたでしょうか。朱色はその鮮やかさや経年劣化しにくい特性、さらに魔除けや意向の象徴としての意味合いからも、はるか昔から日本人の生活や文化に深く根付いてきました。動画をご覧の皆様にこの夏を元気に乗り切っていただきたく、夏を象徴し縁起が良いとされる朱色をご紹介しました。このチャンネルでは今後も様々な日本の伝統色を取り上げていきます。もし気に入っていただけましたら、ぜひいいねボタンやチャンネル登録をお願いいたします。取り上げてほしい伝統色などがありましたら、ぜひお聞かせください。また次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただき誠にありがとうございました。